新疆ウイグル自治区ってどんな場所なんだろう。行けんのかな。行けるよ。行きたいな。じゃあ行く。はい。皆さん行きたいけど行けない場所ってないですか？自分イエメンに超行きたいんですけど、今内戦で行けません。でも行けなそうだけど行ける場所も結構あって、その一つが新疆ウイグル自治区です。イメージで行けないと思ってる人多いかもしれないんですけど、新疆ウイグル自治区は外国人でも普通に旅行できます。で実際新疆を旅行している外国人って結構いっぱいいるし、で基本的に安全です。しかも新疆ってめっちゃ綺麗なんですよ。すごい雄大な自然はいっぱいあるし、多様な民族がいるし、面白い文化もいっぱいあります。あと新疆料理ってめっちゃ美味しくて、自分が中国で一番好きなのは新疆料理です。羊肉の串揚げがめっちゃうまいです。超おすすめです。なんですけど、やっぱり新疆の情報ってすごく少ないです。あと新疆の美しさを映したものもすごく少ないです。なのでこの動画では新疆に行くなら知っておくべき12のことを現地の映像と一緒に紹介します。それで新疆なんて行かないよって人もいっぱいいるかもしれないんですけど、ただこれを見てもらえれば新疆でどういう場所かなって少しは分かると思います。それでまだもしチャンネル登録してなかったら、これからも中国旅行の魅力についていっぱい発信していくので、ぜひチャンネル登録お願いします。それでいいねもお願いします。であとなんか分かんないこととかなんか疑問があればどんどんコメントに書いてください。頑張って答えます。 Alright, let's Middle Kingdom。 まず注意点として伝えておきたいのは、この動画は必ずしも今の段階で新疆旅行をお勧めするものではありません。新疆は基本的に安全なんですけど、一方で情勢が完璧に落ち着いているわけではないので、必ずしもお勧めはしません。あと新疆とか中国の変化ってすごく早いので、これから自分が共有するヒントがもしかしたら変わっていることもありえます。ただそれでもすごく便利な情報だと思うので共有します。じゃあ1個目、外国人でも自由に旅行できる。新疆ウイグル自治区は外国人でも自由に旅行できます。例えばチベットとかだと、その中国に入った後にまたチベットに行くための特別な許可証が必要だったりとか、あとオフィシャルなツアーに参加してガイドを雇わなきゃいけないとかってルールがあるんですけど、新疆ウイグル自治区は中国の他の都市、例えば上海とか北京と同じような感じで好きに自由に旅行できます。例えば中国とパキスタンの国境にあるカラコラムハイウェイっていうすごい絶景の場所には通行証が必要なんですけど、それ以外の場所、カシュガルとかトルファンとかウルムチとか、そういう場所を旅行するには全く何の制限もなく外国人でも自由に旅行できます。2個目、基本的に安全。新疆ってあんまり安全なイメージないかもしれないんですけど、実際基本的には安全です。自分は新疆2週間ぐらい旅したんですけど、どこに行ってもいつでも基本的には安全でした。でその基本的には安全っていう意味は、普通の観光客として旅行する上には基本的にどこ行っても安全なんですけど、ただ一方で情勢が完璧に落ち着いているわけではないので基本的にっていう風につけてます。3個目、パスポートは常に携帯する。新疆ウイグル自治区では安全検査とか検問が比較的多いです。空港とかバスターミナル、駅、レストラン、ホテル、ショッピングモールとかで安全検査がありえます。でその時に ID チェックとして身分証明書を確かめることがあります。でその時外国人はパスポートを示す必要があるので、パスポートは常に持っておいた方がいいです。また観光地とかでもチケットを買うために ID が必要なことがあります。なのでどこに行くにもそのパスポートを持っておいた方が絶対に便利だし無難です。4個目、危険物とみなされるものは持たない。新疆ウイグル自治区では安全検査が比較的厳しいです。なので無駄なトラブルを避けたりとか捨てたくないものを捨てないためには危険物を持たない方がいいです。その危険物って例えばナイフとかライターなんですけど、一方でその危険物とみなされるものを持たないっていう意味は、危険物じゃなくても危険物とみなされたらアウトなんですね。自分の場合は電車を乗ろうとした時に安全検査があって、その時に香水を持ってたんですね。このくらいので、香水の裏って引火性ってマークが入ってたんですよ。で引火性っていうことで、これは別に香水だけど危険物とみなされ得て持っていっちゃダメだよっていうふうに言われたんですね。なんで危険物じゃなくても危険物とみなされるものは持たない方が無難です。
例えば、香水とか、あとフォークとか、あとヘアスプレーみたいなものとかも危険物とみなされるので、そういったものは持たない方がいいです。5個目、旅の予定を答えられるようにしておく。新疆ウイグル自治区で都市間移動するときは検問があることがあります。でその時は旅の予定を聞かれることがあり得ます。例えば、どこの都市に行くのかとか、どこのホテルに泊まるのか、どんくらい新疆で旅をするのかってことを聞かれることがあり得ます。なので、スムーズに答えられるように旅の予定をある程度把握しておいた方がいいです。6個目、取っちゃいけないものは取らない。どこの国でもどこの町でもそうなんですけど、軍事施設とか撮影禁止のものは取らないように気をつけた方がいいです。ただそれ以外の観光地とか普通の街並みを観光客として撮影する分には問題ありません。新疆って自然がすごいのでドローンを飛ばしたい人もいるかもしれないんですけど、基本的にはすごい自然の中とかそれ以外は撮影しない方が無難だと思います。7個目、不必要なことはしない。新疆を旅行する人はセンシティブになれるものを持たないとか、センシティブになれることを言わない方が無難だと思います。8個目、北新疆の方が南新疆よりもおすすめ。新疆って北新疆と南新疆って分けることができます。それで北新疆の方がより豊かな自然があって多様な文化があると言われてます。北新疆になるのはウルムチとかトルファン、イリー、カナスって言われる場所です。砂漠とか雪山とか、湖とか綺麗な川がある場所です。一方で南新疆はカシュガルとかホータン、クチャって言われる場所がある場所で、もっと砂漠地帯でイスラム色の強い場所です。あと南新疆の方が北新疆よりも情勢が比較的厳しいと言われています。安全検査とか検問も南新疆の方が厳しいです。9個目、ベストシーズンは春から秋。新疆ウイグル自治区はもうほぼ中央アジアに位置しているので、冬はめっちゃ寒いです。もう雪とかも降ります。一方で真夏はトルファンとかカシュガルだとすごく暑いです。トルファンは中国で一番暑い場所で最高で50度ぐらいまで上がります。なのでベストシーズンは花が綺麗な春と紅葉が綺麗な秋です。10個目、時間は北京時間のマイナス2時間が目安。中国でめっちゃ巨大なんですけど、どこの場所でも北京時間を使っています。なので時間が1つしかないので、場所によってはすごく実際の外の感覚と時間にズレがあります。例えば自分は9月にカシュガルに行ったんですけど、夜の8時頃にやっと日が暮れ始めて9時に暗くなるみたいな感じでした。ウルムチでも朝の8時頃に外に出ても人全然歩いてないし、まだ、お店が全部閉まってるみたいな感じでした。なので実際新疆ウイグル自治区を旅するときは実際の時間、北京時間からマイナス2時間ぐらいするとちょうどいいです。11個目、外国人は SIM カードを買えない。これは新疆から旅行を始めた外国人に聞いたんですけど、新疆では外国人は SIM カードが買えないらしいです。あるいは買えなかったらしいです、彼は。なのでこれはそのお店のせいかもしれないし、その時の状況かもしれないし、場所によるかもしれないんですけど、ただ新疆では外国人だと SIM カードを買えない可能性があるので、確実に中国で SIM カードを買いたい人は新疆に行く前に他の都市で SIM カードを買っておいた方が無難です。12個目、カラコルムハイウェイ観光には通行証が必要。これはカシュガル観光に行く人用なんですけど、カシュガルの郊外にある中国とパキスタンの国境地帯、カラコルムハイウェイっていう場所があるんですけど、それすごく絶景が綺麗なんですね。でもそこに行くには中国人でも外国人でもみんな通行証が必要です。通行証はカシュガル市内にあるオフィスで申請すると1日から数日間で手に入れることができます。で外国人の場合は通行証に加えてツアーに参加しないとカラコルムハイには行くことができません。オフィシャルなツアーデスクでツアーを予約すると1日800元ぐらいが目安です。また市内にある数少ない民間のツアー会社を使うともう少し安いこともあり得ます。あと中国からパキスタンに行くパターンとパキスタンから中国に行くパターンの場合はカラコルムハイウェイを通過することはできます。ただカラコルムハイウェイの通行証は持っていないので通過することはできてもそこに泊まって観光することはできません。なのでどんな場合であってもカラコルムハイウェイを観光する場合は通行証が必要です。はい、新疆ウイグル自治区に行くなら知っておくべき12のこと、どうでしたか？いろいろ話したように普通の観光で新疆に行くのであれば特に問題はありません。基本的には安全検査がすごく多くてめんどくさいなっていう感じです。いろいろあるけど新疆の自然、文化、人は素晴らしいのでぜひ行ってほしいです。でもし何かわからないことがあったり疑問があればぜひコメントで教えてください。それでいいねもお願いします。でまだもしチャンネル登録してなかったらこれからも中国旅行の魅力をいっぱい発信していくのでぜひチャンネル登録お願いします。
ありがとうございました。